ひたすらもう作って一から作り上げたいっていうところ。それが売れるかは分かんないじゃないですか。不安しかない。買うか、この値段だったら買うか。自分の考えが詰めが甘かったかなっていうところ。少しでも力になりたい。もうやめた方がいいんじゃない？一人だから限界。自分も苦しめるためにパン屋さんを始めたわけじゃないんで。Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong. Need to move on to be. 大変お待たせしました。どうぞ。 Keep dreaming おはようございます。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 誠にありがとうございました。また機内にて皆様にお目にかかれますよう心よりお待ちしております。この先もどうぞお気をつけていってらっしゃいませ。今日はどんな作業をしてるんですか？今日は、仕込みをその試作に向けての仕込みだったり粉の調整じゃないですけど試しを粉とかもたくさん協賛いただいて。協賛っていうのは製粉会社さんとかから？そうですね、はい。今回国産の小麦をちょっと自分の店でチャレンジしようっていうことで製粉会社さんからいろんな種類を1回ずついただいて使う粉を決めていこうっていう段階なんですけど。お店で出すパンとかもなんかずっと前に決まってんのかなとか思ったんですけど、もう本当にあれですね、試作してなんとなくこういうものを出したいなっていうのは決まってるんですけど、それがどういうパンになるかで粉によっても本当に粉が変わるだけでもそれがもう一気に崩れるので、そういうところがかなりシビアになってくるというか、あれ自分ってこんなにパン作れなかったかなっていう。これはノートです、レシピ本みたいなひたすらもう作って解決していくしかないなっていう感じですね。どうしてお店を自分で構えようと思ったんですか？自分の店を作りたいなっていうふうに思っていて、漠然と。でその中でその世界大会というのに出場させていただいて、それがなんか自分にとってのいい区切りじゃないですけど、その自分の好きなことをやれるチャンスなんじゃないかなっていう。多分ここ逃したら多分なんだかんだやる言いながらやらないだろうなと思って。独立しようと思って一番最初にやったことなんですか？関係あることといえば、物件探しですね。下調べみたいなのは結構重要なのかな。それが結局自分がやりたいところと家賃のギャップだったり、家賃相場をちゃんと知っとくっていうのはかなり大事なんじゃないかなっていう感じですね。僕もこの辺が市川とか船橋が正直こんなに高いと思ってなくて。いくらぐらいするんですか？ここは29万ぐらいですね。僕はここでちょっと準備とかをしていく中で、ここだったらそれぐらいして当然の物件かなっていう感じになったので、いいパン作ってお客さんが来てくれることを祈るというか、そういう意味も込めてちょっとクラファンをやらせてもらったっていうのもあるんですけど、なんで、銀行だったり公庫から借りられる満額お金を借りてなんとかスタートできたっていう感じですね。どれくらいやっぱ入り浸ってますか？でもほぼほぼいますね。結構これ続いてたら体持たないなっていう。でもそのオープンさせるっていうのってもう人生で1回じゃないですか。なんでその人生で1回のところ頑張らなきゃいけない、自分の店なんで頑張らなきゃいけないっていうのはもう当然のことだと思うんで、その自分で店を持ってる人はやっぱり改めてこういうところを乗り越えてきたんだなっていう凄さを実感してますね。最初はこれぐらいの色なんですけど、結構色が入るんですよ。
厨房が使えるようになったのが僕25日なんですよ。なので試作は3日前くらいから始まっていて、オープンの日も結構前の段階でその告知をしちゃったんですよ。クラファンの関係とかもあったんで。なんでその試作にかけてる時間が正直そんなになくて、なんでもうちょっと長い期間厨房にいないとちょっと試作が回らないっていう感じなんで、先輩にもオープンは焦んない方がいいよって言われたんですけど、やっぱり焦るんですよね。ちょっとでも早くオープンしてそのお金を稼ぎ始めないといけないとか、やっぱりその空の家賃を発生しちゃってるんで、もうちょっとゆとり持ってもよかったかなっていう、そこはちょっと反省点ではあるんですけど。息子さんがお店開かれるって聞いてどう思いましたか？最初に専門学校卒業してから就職するとやっぱ職人だからめっちゃ給料安いんですよ。それでちょっと体壊して本当に3ヶ月4ヶ月仕事できない状態になっちゃったこともあったので、体が自分が勉強になるところのお店に行きたがる日本の各地に修行に行ったりとか、もうボランティアで行くんですよ。仕事が終わってから休めばいいのに、そのまま夜から新幹線に乗って大阪とか兵庫とかいろんなところにねボランティアで行くの。お金もらってないのって言ったらね、それよりね価値のあることがね本にあるらしく、もうそろそろ自分の店持ち時じゃないかって自分で何度も結構何年前からもう言うようになって、やっともう1年間探し続け、ここに決まったのっていう今のところ。本当に少ないかもねみたいな、いろいろご迷惑をおかけすると思いますが、よろしくお願いします。で顔写真は別に撮らなくても出勤になるので、カメラの音がしたら出勤で。iPad とかの使い方って分かりますか？はい、じゃあ国産なんですね。今日だけでどれくらい配れました？ 400 ぐらいいったかな。バッグだいぶ軽くなったっすよ。ここの厨房も一から出来上がったし、なんかレシピも一から組み始めていいのかなっていう、それが自分のパンにいずれ周囲の人に認知されて自分のパンになっていくと思うんで、そこが一番あれですかね、自分で一から作り上げたいっていうところ。それが売れるかは分かんないじゃないですか、正直その実績がないので。不安はありますか？不安しかない不安しかないですね今は。方を知ってる方がパート編集来て見るとなんかちょっとかっこ悪いみたいな感じで、でも結局これとかがあるんで。高梨乳業と販売会社って、乳業から私たち仕入れて販売させていただいてるんですけれど、近くのパン屋さんに一緒に回られるって職人さんなんでどこを感情に触れるかわからないので、聞いてなかったよ、なんで言ってくんないのって話になっちゃうよりは言って、でそこでつながっていただいた方が仲良くなって地域がこう盛り上がる方がうちとしてはありがたい。だから商売抜きの付き合いを逆にしてます。一緒に回りましょうだとか、10円高い安いでひっくり返っちゃうような関係じゃなくて、
もしかしたらうち高いのかもしれないですけど、それでも使い続けてくれるんであればうちも一生懸命頑張ります、寄り添いますっていうようなスタイルで言っとかないと、だから高梨さんと付き合う意味ないよねになっちゃうじゃないですか。そこを納得していただけるぐらいこう寄り添うといいますか、いうふうに考えてます。パンの値段ってどうやって決めてるんですか？パンの値段は一応もうざっくり原価計算みたいなのをして、でその中でいわゆるそのパン屋さんの原価率、3割程度を目指すっていうところで、いい材料を使ってるから値段高くなっちゃうんですよとかだとやっぱり受け入れられないと思うんで、お客さんも自分がパン屋さんに行った時に買うか、この値段だったら買うか買わないかっていうところが一番僕は考えて値付けはしてますね。僕が雇われてた時の値段設定だと確実にもう赤になるんで、今の時代に合った適正な値段でやりますね。30種類でとりあえずやるんですけど、絞れなくて、どうしてもこれやりたいっていうものを外さないと多分もうやりきれないっていうのは分かってるんで、もどかしいというか。まだメニューは決まってない？まだ決まってないですね。今日全部焼いてみて、でちょっとこれ手間かかるからやめようかとか、多分そういうのが出てくると思うんで、そういうのをやめつつ、プレオープン2日間はそんなに量を焼かないから、ちょっと試しでやるようなものなんかも出てくるだろうし、でグランドオープンからはもう正式なメニューでやれたらいいかなっていうふうに。あんまり良くないなと思うのが、プレオープンとグランドオープンを続けてしまうっていう。プレオープンで出た反省点とか、プレオープンが終わってちょっと考える、1日2日間ぐらいあった方が良かったなっていうふうに今思ってて、やっぱりそれも焦りから来る、早くお金を稼ぎ始めないといけないっていう、そこもちょっと自分の考えが詰めが甘かったかなっていうところ。今60種類あるものを30種類ぐらいに絞らなきゃいけないんで、あれもこれもやめてってやっていくと、なんかちょっと物足りないかなっていう感じがするんで、どうしようかなっていう感じです。販売の方にはちょっと無理をさせてしまうかもしれないけど、プライスカードの裏にも名前を書くようにするから、今日中には全部30種類決めてプライスも完成して、だからプレオープン2日間はもう本当にクラファンで支援してくださった方が大半になると思うので、温かく見守ってくれればありがたいなって感じですね。
客さんがやっぱりどういう気持ちでどういう意図を持ってこのパン屋を選んで来店してくれるか、うまくお客さんの心を汲み取るじゃないけど、どういうものを欲してるかっていうのをお客さんから聞き出して、一番はもうお金を払って満足して帰っていただくことが一番大事だと思ってるんで、その先にパンを食べて美味しいねっていうのがあると思うので、まずはここの空間の中で最大限自分ができる 100% のおもてなしをできれば一番いいかなとは思いますね。グランドオープンしてからも1日30万ぐらい作っていこうと思ってるので、多分疲れてくると頭が回らなくて、多分弱い心は出てくると思うんですけど、自分を苦しめるためにパン屋さんを始めたわけじゃないんで、自分が楽しく自分が作ったパンを美味しくお客さんに食べてもらうためにパン屋さんを始めたので、長く働ける働き方ででも最善を尽くしたいなとは思ってますね。もう本当それに限ります。もうメニュー決まりました。決まって今プライスカードを急遽作ってるんですけど、30種類絞れました。いや、結局30、40、50ないくらい、毎日それが出るっていうわけではなく日替わりみたいな感じで、店の商品としてはだいたい50個ぐらいっていう感じですね。天気も天気なんで、グランドオープンの日の方が全然作る量増えるんで、それに向けてちょっと工程確認一つ一つ確認しながらやってるっていう感じなんで、作る量もそんなに多くないんで、そんなに追い込まれてるっていう感じではないですね。明日明後日の仕込みからだいぶ量がドカッと増えるんで、乗り越えられるか心配ではありますね。食べるまで一緒にやってるの。7枚。どういった経緯で今日お手伝いを来られたんですか？パン仲間なんで手伝いに来ようかなっていう感じでめっちゃギュー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 ですね。終わった。ぎゅうぎゅう。入ってない。さっきの暑いからまだ大丈夫。木じゃない。多分ここ前から取らないかもしれない。ここで。ありがとうございます。もうちょっと待ってくださいね。雨の中ありがとう。ちょっと濡れない。足元ご連絡ありがとうございます。またお願いいたします。お待ちしております。おはようございます。どうしてご支援しようと思ったんですか？もともとパン屋とかケーキ屋さん結構好きで、自分らの好みとお店がこう出そうとしてることになってくるっていうのがなかなかないんですけど、そこがハマったお店っていうのは結構通ってる。ここのお店も
そういうのだったらいいなって思う。まあどっちにしても近いから来ますけどね。そうそうそう、便利。応援したいのもあるし、ちょっと長くやってほしいなっていうのがあって。お願いいたします。プレオープンお疲れ様でした。2日間を振り返ってみて、そのプレオープンの間になんかすごいお客さんからの反応も多くて、美味しかったよとか、また来るねとか、なんかそういうのを聞くと、あ、自分の店なんだなっていう。今はもうただ無心にパンを作ってるみたいな。ちょっとずつグランドオープン始まって、さらに実感が湧いてくるのかなって感じ。多分寝てないと思う。昨日10時ぐらいまでいたんだと思うんですよ。それで3時ぐらいに来てるから寝てないですよね、多分ね。パンを作って坪川さんも体力的にもうきついんじゃないですか。お客さんの前であくびできないですからね。まあでも明日が本番ですからね。明日はもう、プラファンの方だけとか言わなくていいですからね。もう全員どうなるんだろう。なんかでも一発目グランドオープンより、はい、なんかお客さんの波緩そうじゃないですか。なんかずらーって並んだりなんかあんまりしないような気がするんですよね、僕。おはようございます。今日はお手伝いです。そうそう、セールス。頑張ります。
これ何人ぐらい並ばれてますか？30人ぐらいですね。大変お待たせしました。どうぞ。おはようございます。どうぞ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。養殖でこんな並ぶので水なかなかないです。でも実際パンは美味しかったです。パンって足し算じゃないですか。それを美味しいもの足しただけじゃそれは美味しいのできるんですけど、絶妙なバランスで 2が3にも4にもなるって、そういうとこお店がすごい好きで、このお店もそういう感じの足されたもの以上の味だったんで大満足だったよね。パンが売り切れすぎて種類が出せないんで、1時でまた再生整列をしていただくために今番号を出していただきます。また1時から再開ですか？そうですね。1時間で勝見真一です。勝美さんが来てくれてだいぶ楽になったんです。いやもう本当にめちゃめちゃ助かりましたね。多分1人だったら1時でも多分何でもやってやがってる一緒に一度でもいいじゃん。勝美さん来た瞬間泣きそうになりましたマジでやっぱり最初の予定よりはやっぱりハードなので、やっぱり息子が今日も寝てなかったりしてるし、帰れなかったりしてるし、それでやっぱり本当一人だから限界。はい。いや、いいよ。いや、整理が何番まで43です。43番ですでに43、さっきの一番並んだ時と同じ数なんですよ。それ以降並んで買えるのかどうかってところがはっきりしませんってことを言わなきゃいけないんで、もうやめた方がいいんじゃない？43で今日は。いやだってどうするの？いやとことん行くんでしょ。とことん行くよ。とことん行きましょうよ。ありがとうございます。すみません、大変ご迷惑をおかけしました。ちょっとずつ焼けてきたので、番号先の方からすみません、お願いいたします。お待たせいたしました。お願いします。切れました。今日の売り上げ、最終的に40何万。全体振り返ってどうでしたか？シミュレーションが全然できてなかったなっていうのが、僕はもうずっと製造をやってきたから、その販売のどういう動線がやりやすいのかとかも全然わからないまま、でかいカウンター作って、その下は包材置けるようにして、パンのストックを置けるようにしてっていう、もう本当に誰でも考えられるような、そういうところしか頭になくて、パンを作ることだけ、パンの試作のこと、自分の厨房ができるっていうところしか本当に頭になかったんで、機材の配置なんかはその業者さんだったりがいい動線を組んでくれるんであれなんですけど、それをいかに使いやすい厨房にするかっていうのは自分のその知恵というか経験だと思うんで、働いてる時から考えておいた方がいいなと思います。レジ締めはどうやってやるのかとか、なんかもう全然わからないままもう店が始まったんで名前はプロレゾンで開花最盛期ですけど、これから正直まだ全然開花もしなければ最盛期でもない2年後3年後、その名前のようになっていければいいかなっていう感じですね。